はい、どうも原田専門家です。今日の原専ラジオは、昨日の続きで、昨日は葉緑体人間ということをね昔考えていたとね、どうしてお腹が減るのかな、ね、人間にも葉緑体があれば水と光、あと二酸化炭素ですねで、食料問題とかいろいろ解決するんじゃないかというお話をしましたから、あの後調べたら SF 小説というか SF、小説界隈というかで、そういった思考実験がもうすでに行われていたということを知りまして、僕もその話の続きというか、葉緑体人間ですね、葉緑体を使えばいいんじゃないか、移植できればいいんじゃないか、そういった研究がされているのかどうかということを話していたんですけど、そういった思考実験はされていて、思考実験はされているんですけど、実際にその研究が進んでいるのかというとそうではなくて、僕が見た文献によるとですね、いろいろ起源をたどっていくと、なぜ植物と、生物動物ですねとに分かれたのかね、みたいなところに行って、もともとアメーバとかああいったのは半分葉緑体を持って、半分動物的な動きもできてみたいなことが書かれてて、どこで分岐したんだろうみたいな研究はされているけども、実際にそれを移植できるのかどうかというね研究のことは簡単に調べただけではまだ出てこなかったんですけど、おそらくね人の考えることはどこかで、研究されているだろうということで、その辺の専門的な研究はね、そういった専門家に、僕じゃない専門家に任せて、僕がその続きで考えているのはその逆パターンですね。物事を考えるときに必ずね、その反対は何だというのを考えるようにしてるんですね。だから葉緑体を生物、生命体、動物ですね、動物に移植する研究と、もう一つ逆にですよ、逆にこの思考をですね、思考というか言えば心というか自我とでも言いましょうか、この僕の考え、僕の思考を、これをじゃあ植物に移植することは可能なのかどうか、ね、僕の体がやがて朽ち果てる時に、いやこの僕の思考自体はどうなってしまうのか、思考というか考え、なんて言ったらいいの、心というのか、それを魂というのか、これを移植できないものなのかね。それ別に植物に限らずですね、動物でもいいですよ、猫とかでもいいですし、なんだったら人間同士でも構いません。そういった僕の僕の言葉としては思考なんですけども、考えというか心というか魂というかね、そういったものを逆に植物に移植できないものかとね。ただ植物に移植するとなると、今度はね問題が、行動がねできない、動けない、言ったら手で物を掴んだり、猫を撫でたりね、ちょっと散歩で歩いてみたりっていうことが植物になるとこれできないですよね。だから葉緑体と引き換えにこの行動が制限されるというか、行動と引き換えに葉緑体を手に入れるのか、行動と引き換えに思考を植え付けるのか、ね、そこすごく大きな問題だとね、こうにぶち当たったというかね、かといってこう食料問題が解決した過程して
じゃあ次の問題は何なのかね。なんていうのかな、食料問題が解決すれば各行動、例えば猫を撫でたいとか、ちょっと散歩したいとか、本を読みたいとか、そういった欲望が果たして生まれるのか。植物に関してはそういった思考、魂、心があるのかないのか、ね、なかなか難しい問題ですね。その前に、そうですね。まあそうやってこう逆張りを考えるみたいなことは常に考えますね。だからでもそこでも行き止まっちゃうと、じゃあまた立ち戻って、葉緑体を移植するにはどうしたらいいのかっていうところまでまた戻ってくる、ね、それの繰り返しでね、いろんな問題解決に対してはそういったいろんな繰り返しだと思うんです。で、子供の頃、小学生だったと思いますよ。国語の授業だったかな。何々の反対語を答えよっていうね、まあテストがありまして、僕子供心にね、例えばそうですね、上アップ上ねの反対は何ですかって言ったら、まあ下じゃないですか。右の反対は何ですか、左ね。そういった反対語を答えよみたいな問題で、全部例えば上の反対は何ですかに上じゃないとかね、右の反対は何ですか、右じゃないね、じゃないをつけた答えを書いて全問不正解だった覚えがあるんですけど、それ未だにね僕は納得いってないですよ。合ってんじゃないですか上の反対は上じゃないじゃないですかね。でも合ってないのか。上じゃないってことは下でもない可能性もあるし、当然右でもない可能性がある、左でもない可能性がある、奥の可能性もあれば手前の可能性もあるってことは、上の反対は何ですかで上じゃないは必ずしも正解ではないが正解も含んでいる。なるほどね。右の反対は何ですかね。右じゃない。これも間違いではないとじゃないは一緒ですね。間違いではないが、間違いじゃないが、かといって正解でもないんですよね。つまり、左ではない可能性も含んでしまっているから。そう考えると、もう30年、40年ぶりに、あの当時の国語のテストの答えが、僕は間違っていたんだなっていうのが分かりますよね。ところで僕は一体何の話をしているんだっていうね、そういうことですよね。最近これも昨日ここでは言ってないね、スチャダラパーさんが YouTube を始めて、あれが非常に面白くてね、3人で、本当に雑談ですよね。雑談をされてて、非常にロボコン超合金の話をしててね、ロボコンなんだかんだロボコンの次に何を買ってたかみたいな話をね、僕あれロボコンがやってた時はまだまだ幼稚園保育園ぐらいちっちゃかったんで、そんなにね、僕がマストの超合金欲しいとか思ってたのは大胆すぎとかロボットはっちゃんだからロボコンの次だったんですね。だからはっちゃんのやつはいろいろありましたよ。はっちゃんとあとゼンダモグラゼンダマンか。ゼンダモグラなんか持ってんだね。みたいなことを思い出して、ああいう雑談ね。あと三浦淳さんの雑談けどね、三浦淳さんと伊藤聖子さんのああいったね、取り留めのない話というかね、ああいったのが好きですよね。で、
こう僕一人で喋ってるじゃないですか。で、これ誰に向けて何のためにどういうつもりで喋ってんだろうと思った時にね、よく水木しげるさんがね、こう一人で何か語ってる映像がいろいろあるんですけども、あれがやっぱ非常に面白くて、ああいう感じで行きたいですよね。なんかね、本当に面白いんですよ。またこれはね、見つけてきて、詳しく今度解説しましょう。ね、といったところで、お時間となりましたので、今日は本当に、ね、思考、考えの異色の話。これはね、もうちょっとね、考え詰めて、もう一度話したいテーマでもありますね。といったところで、チャンネル登録と、あとね、ナイスグッドボタン、ぜひ。ね、押すだけはタダですからね、坊主さんも言ってましたわ、本当に。をよろしくお願いしますと、あと、毎月出ております、メルマ旬報でも書いておりますので、ぜひぜひご覧になってください。今月はね、まだ何を書こうか考えてませんが、もうそろそろ考えておかないと、これいつも締め切りギリギリなんで、ね、考えていろいろやりたいと思います。スプラトゥーンだな、これは。どうも、フェスだしよ。な。もう、これ終わったら、すぐフェスに行きますから。はい。スプラトゥーンだな。ありがとうございました。